日本って変な国なんです。でもあなたはそれに気づいてないですよね。なぜか日本で生まれて日本の常識の中で生きているからです。僕は韓国で19年間、日本で9年間生活してきた韓国人です。今日は5つに絞って話します。1つ目、必要以上に謙虚すぎる文化。2つ目、全員で空気を守る調和社会。3つ目、世界トップレベルのシステム国家。4つ目、個性と同調圧力が共存する国。5つ目、品質に異常なほどこだわる文化ということです。一つ目、必要以上に謙虚な国。これ外国人から見るとかなり衝撃です。例えば、日本人は自分の成果をほとんど直接言いません。東大卒でも東大ですじゃなくて、ちょっと勉強していました。文局の大学に通ってますみたいな形なんですね。いやいや、ちょっとじゃないですよね。会議でも同じです。本当は自分がやったプロジェクトでも、私がやりました。じゃなくて、皆さんのおかげでできました。これ美しいですよね。もう大谷選手もあれだけ結果を出しても、チームのおかげです言いますよね。だからこそアメリカでも圧倒的に愛されてるなと思います。さらにですよ、年収や学歴の話、アメリカですと年収1000万円、2000万円です。私こういう会社で頑張ってますみたいなことを SNS で実績出したりすると思うんですよ。でも日本は若干違うかなと思っていて、会社どこですとか、お金いくら稼いでますっていうのはあまり言わないと思うんですね。これも珍しい文化かもしれません。ただし、これは美しいとは思うんですが、僕ね、正直に見ると、謙虚じゃなくてもいいのになって思う場面もあったりします。例えばね、皆さん年収交渉とか就職面接で、ちょっと頑張りましたみたいなだと、アピールできてなくて、その向こうも、見たいこと見れなかったりとか、自分も実はこれなのにね、ここしか見せられてなくて、みたいな形あるじゃないですか。だからね、日本人は謙虚さという最強の武器を持っている。でも、ある時にはちゃんと自分を売る技術まで持っていると、もう無敵なんだと思ったんですね。二つ目は、みんなで調和して生きる国ということです。まず驚くのが電車です。東京の朝、乗車率150、200、300%とかあったりしますよね。でも、音があんまりしないと思ったんですよ。電話は禁止、通話してる人ゼロ。外国だと普通に電話したりとか、友達とワイワイしてるのに、静かなんですね。これ異常なんです。次にね、行列文化。コンビニ、エレベーター、バス停、どこでも自然に列ができる。誰も指示していないのに、全員がなぜか同じルールで動く。逆に並ばないと一瞬でっていう空気になる。この見えないね、空気感、圧力ありますよね。もちろんね、韓国も中国も、並んでる人いると思うんですけれども、なんかね、全体的に見るとそういうイメージがあるんです。で、さらに、衝撃を避けるコミュニケーションがあって、会議で反対するとき、うわ、それ違うんです。じゃなくて、ちょっと難しいかもしれないですね、みたいなこと言うじゃないですか。一見柔らかいけど、ちゃんと意思は伝えている。このバランス感覚が僕が見ていて面白いなと思うんです。僕がね、日本に来て好きな言葉がありまして、one for all.All for one です。自分が周りに気を使うから、周りも自分に気を使ってくれるってことですよね。もちろんね、ちょっと大変な時もありますよ。でも、自分だけ我慢してるんじゃなくて、全員で支え合ってると考えるとすごく楽になりますし、配慮してよかったなって思うんですね。この全員で空気を守るシステム、これが日本の社会が静かで快適な理由かもしれません。3番目はですね、高度にシステム化された国です。住んでると一つずつ見えてくるんです。これも電車の話ですが、例えば JR 東日本の平均遅延、なんか数字棒レベルな気がするんですね。1分遅れたら電車の中ですいません、1分遅れましたとか言いますよね。海外ですとね、10遅れで定時なんですみたいな国もあるんですね。モロッコとかイタリアとか、僕行ったらそんな感じでした。次にゴミの話もありまして、日本、街にゴミ箱あんまないですよね。でもめちゃくちゃ綺麗ですよね。これ普通に考えると、ありえないことなんだと思うんですね。理由はシンプルで、各自が持ち帰るというルールが徹底されているからです。全員がやる前提で、それがシステムとして皆の頭に入っているということですね。さらに運転文化、横断歩道で人がいたらほぼ車止まりますよね。これはね、もちろんマナーもあると思うんですが、仮に違反するときに1万円の罰金払わないといけませんとか、いつ白バイが出てくるかわかりませんみたいなことあるんですよね。つまり、良心プラス制度でコントロールされてるんじゃないかなと思ったんですね。日本の面白いポイント、ここなんですね。いい人だから守りますよもあるとは思うんですが、守れるようになる仕組みっていうのが最初から設
計されている側面もあると思ったんですよ。だから特別な努力をしなくても、なんとなく全員が同じ方向に向いている。これ面白いですね。これは地震や台風とかの災害が多かったりとか、東京の場合だと人口数千万人が住んでるから、そのためにみんなこういうことをしましょうってことが暗黙の了解になっている。4番目の話はですね、不思議な個性を持つ国だということです。日本はですね、個性と同調圧力が同時に存在する不思議な国なんですよ。これもめちゃくちゃ面白くてですね、まず前提として日本は集団主義な側面あると思うんです。入学式、卒業式、入社式、皆さん思い出してみてください。全員同じことをやってるんですよ。例えば入社式ですと、全員同じ黒スーツに白いシャツでってあるじゃないですか。そっから外れると一瞬で浮きますよね。空気を読むっていうのが前提の社会です。でもね、一方で真逆の世界も存在するなと思ったんですよ。例えば、原宿行くとカラフルな髪、全身ピンクとか、アニメのような服装あるじゃないですか。あるいは、マツコ・デラックスのような中性的なタレントさんもいたりするじゃないですか。こういう人たち、普通にテレビに出てくるし、街の中歩いてそういう人たち見ても、なぜか誰も何も言わない。これも日本に来てから僕もそうなりました。これね、外国だとですね、がっつり見られたりとかですね、目の前で突っ込んでくることもあると思うんですよ。どうしたのとか、写真撮られて最悪の場合、知らない間に SNS で広がってるとかもあるかもですね。で、日本は見ても、そういう人なんだ。はい、終わりってなっちゃうんですよね。これ矛盾のように見えませんか？僕はなんかおかしいなって思ってます。同調圧力が強い時もあるのに、個性があってもいいんだ。ということをどっちかにしてほしいなって思うんですね。僕の中の結論が、他人に迷惑をかけない個性であれば、ちゃんと尊重されるんだなっていう理解をしています。つまり、日本の個性はもう自由に生きろ、勝手に生きろ、みたいな個性じゃなくて、ルールの中での個性を出してみたら、みたいな、このバランス感覚なんだと思ったんです。で、最後5つ目。品質に極端にこだわる国ということです。これも皆さん知ってますよね。言うまでもないかもしれません。和菓子、パッケージ、お菓子一つ一つで個別包装しているだったりとか、しかも竹安さとか開封時の食感とか見た目まで設計されてますよね。つまり、食べる前の体験までデザインされているんです。さらにサービスの細かさ。例えばね、車買うときにディーラーにいて車買いました。これ乗って帰りますね。そうするとディーラーの皆様、20名ぐらいが駐車場の最後の最後の最後まで来て、ありがとうございましたってやってますよね。多分日本にしかない文化なんじゃないの外国人からするとそこまでやるのっていうことなんですね。これ面白いです。で、こっから重要な話で、法律だけ見たら完全に必要ないことなのかもしれないんですよ。例えば、ディーラーのショップ、人件費、時間かかっているわけなんですよ。例えば20人いて時給がそれぞれいくらで、それで例えば最後の見送りの10分かけると、大体の経済コスト出ますよね。でも、日本はそれやるんですよ。効率より相手の気持ちなんですよね。これはね、日本の美徳であり、目には見えない豊かさでしょう。ただし、儲けたいという経営であれば、要注意かもしれないですよね。この面白い例を一つだけ出してみたいと思います。例えば、他の会社は10年使える爪切り作っています。でも、私の会社は100年使える爪切りを開発できました。商売主義な人だったら、25年間使える爪切りにして、それを売ってると思うんですね。だって、10年使える爪切りに比べたら優れてるわけ、買ってくれるわけなんですし、100年間で4回も売れるんですよね。25×4 ですか。でも、日本の職人さんなら、100年使える爪切り売って、お客様に出すと思うんですね。これはね、日本のそういった豊かさにフォーカスがあれば、本当に素敵な精神。でも、自分は経営が大事なんです、みたいな方であれば、その25年間がいいかもしれないですね。要は自分が何をしたいのかを見極めることが大事だと、個人的には思っています。で、このようにね、
日本は外から見ると本当に不思議で面白い国です。多分歴史的に島国として、地域共同体だったりとか、侍文化を積み重ねながら、今の独特なね、社会を作ってきたなんじゃないかなと思います。日本にいる当たり前でも外から見ると驚くことだらけなんですね。だから僕は日本生活が楽しいと思っております。皆さんは日本のどこが面白いと思っていますか？ぜひコメント欄で教えてください。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、パクでした。アニョン